おいレーム、ちょっとヤバいニュースが入ってきたぜ。何？また事件？事件っていうか、もっと身近な話だな。住宅ローンの変動金利が15年ぶりに 1% を超えたぜ。1%？ それってそんなに大事なの？大事どころじゃないぜ。月の返済が3万円以上増える家庭が続出してるんだ。月3万円？年間36万円も増えるってこと？そういうことだぜ。今回はその実態を追ってみよう。まず背景を整理するぜ。2024年3月、日銀がマイナス金利を解除した。17年ぶりの利上げだったな。ニュースでやってたわね。その後も段階的に利上げを続けて、2026年4月、ついに変動金利が 1% を突破したんだ。でも 1% って昔に比べたら全然低いんでしょ？そう思うだろう。でもな、2016年から2023年まで変動金利は 0.3% 台だったんだぜ。0.3 から 1.0 って3倍以上じゃない？そういうことだ。利息の支払いが3倍になるってことだぜ。それは確かにきついわね。ここで1組の夫婦の話をしよう。仮に佐藤さん夫婦としておくぜ。2022年、2人は35歳で念願のマイホームを購入した。それ自体はいい話ね。借入額は3500万円。変動金利 0.38% だ。月々の返済額は約8万9000円だったぜ。8万9000円なら、まあ頑張れる金額よね。銀行の担当者はこう言ったらしいぜ。変動金利は過去20年以上、ほぼ上がっていません。固定より圧倒的にお得ですよ。それは、誰でもそう言われたら変動を選ぶわよ。実際、住宅ローン利用者の7割以上が変動金利だぜ。日銀の調査でも 73.9% が変動型だったな。そんなに多いの？それから4年が経った。2026年4月、佐藤さん夫婦のもとに一通の通知が届く。ね、銀行から何か届いてるんだけど。返済額改定通知。なんだこれ。月々の返済が11万8000円。今まで8万9000円だったのに。約3万円も増えてるじゃないか。3万円増？それは衝撃よね。しかもこれは5年ルールの上限だぜ。本来の利息はもっと増えてるんだ。5年ルールって何？変動金利には2つのセーフティネットがある。1つ目が5年ルール。金利が上がっても5年間は返済額が変わらない。2つ目が 125% ルール。返済額の上昇は前回の 1.25 倍までだ。じゃあ守られてるんじゃない？ここが落とし穴なんだぜ。返済額は変わらなくても、利息の割合が増えてるんだ。つまり元本が全然減らなくなる。返してるのに借金が減らないってこと？そういうことだぜ。これを未払い利息って言うんだ。佐藤さんの場合、金利 0.38% の時は、月々の返済8万9000円のうち、利息は約1万1000円だった。ほとんど元本が減ってたのね。ところが金利 1.05% になると、利息が約3万円に跳ね上がるんだぜ。3倍？元本の返済ペースが激減するってことね。35年ローンが実質40年。45年になりかねないんだ。ここからが本当の地獄だぜ。佐藤さん夫婦の家計を見てみよう。世帯年収は650万円。手取りは月約38万円だ。都内だと、まあ普通の共働き世帯よね。住宅ローンが8万9000円から11万8000円に増えた。さらに食費も物価高で月1万5000円増。電気代も値上がりで月5000円増だぜ。全部合わせると、月5万円の負担増ってこと？そうだ。年間60万円の手取り減と同じインパクトだな。子供の習い事、一つやめさせるしかないかな。俺の昼飯も弁当にするよ。外食は無理だ。切ないわね。でも努力で何とかなるレベルなの？問題はここからだぜ。日銀はまだ利上げを続ける方針なんだ。まだ上がるの？市場では2026年末に 1.5%、2027年には 2% も視野に入ってるぜ。もし金利が 2% になったらどうなるか。3500万円のローンで月々の返済は約13万6000円だぜ。13万6000円。最初の8万9000円から5万円近く増えるの？年間で約56万円の増加だな。総返済額は500万円以上増えるぜ。500万円。車1台分じゃない。しかも変動金利を選んだのは自己責任だ。誰も保証してくれないんだぜ。実際にもう動き出してる家庭もあるぜ。不動産業者への売却相談が前年比3割増だそうだ。家を手放す人が増えてるってこと？ただし売ればいいってもんじゃないぜ。購入時より値下がりしてたらローン残債が残る。いわゆるオーバーローンだな。家を売っても借金が残るなんて最悪じゃない。しかも売却にも仲介手数料がかかるからな。物件価格の 3%
2% プラス6万円。100万円近い出費だぜ。踏んだり蹴ったりじゃない。逃げ道がないのね。ネットでもこの話題は大炎上してるぜ。変動金利を選んだやつの自己責任だろって声もあるし、銀行が上がらないって言ったのに詐欺だって声もある。どっちの気持ちもわかるけど、複雑ね。問題は銀行の説明義務だぜ。過去20年上がってませんは事実だが、今後も上がりませんとは一言も言ってないんだ。それは確かにそうよね。でも消費者からすれば、そう受け取るのも無理はないぜ。ここでファイナンシャルプランナーの意見を紹介するぜ。専門家はこう言ってる。変動金利が 2% を超えても耐えられる家計設計が必要だと。でも今更言われても、もう組んじゃった人はどうすればいいの？いくつか選択肢があるぜ。一つ目は固定金利への借り換え。ただし今は固定も上がってるから、メリットが小さいケースもある。タイミングが難しいのね。二つ目は繰り上げ返済で元本を減らすことだ。余裕資金があればの話だがな。余裕があったら苦労してないわよ。三つ目は生活費の根本的な見直しだぜ。通信費、保険、サブスク、固定費を徹底的に削る。結局それしかないのね。地道な節約。最悪のケースは住宅ローン破綻だ。実は住宅ローンの延滞率はすでに上昇し始めてるぜ。もう延滞してる人がいるの？全国銀行協会のデータでは、前年比で延滞件数が 12% 増だ。12% 増ってかなりの増え方よね。コロナの時でもここまで急には増えなかったぜ。佐藤さん夫婦のその後を話すぜ。結局2人は子供の習い事を2つやめ、外食を月1回に減らし、旅行もゼロにした。なんで私たちがこんな思いをしなきゃいけないの？あの時固定にしておけばよかったのかな。4年前に戻れたら違う選択をしたでしょうね。でもな、これは佐藤さん夫婦だけの話じゃないぜ。変動金利を選んでる世帯は約900万世帯あるんだ。900万世帯？日本中がこの問題に直面してるってこと？そういうことだぜ。政府も対策を検討し始めてるけどな。住宅ローン減税の拡充とか、借り換え支援とか。それはありがたいけど、間に合うのかしら？正直、スピード感は足りないぜ。金利は待ってくれないからな。本当にそうよね。さて、ここで今日のポイントをまとめるぜ。一つ目、変動金利は過去の実績が未来を保証しない。20年上がってないは過去の話だ。未来は誰にもわからないってことね。二つ目、5年ルールと 125% ルールは万能じゃない。返済額が据え置きでも、元本が減らない地獄がある。見えない負担が増えてるのが怖いわ。三つ目、住宅ローンは人生最大の借金だ。なんとなくで選んじゃいけないぜ。金利 2% でも耐えられるか、シミュレーションは必須ね。これから家を買う人は、最悪のケースを想定してくれ。すでにローンを組んでる人は、今すぐ家計を見直すんだぜ。待ってたら手遅れになるかもしれないものね。住宅ローンは夢のマイホームへの切符だが、使い方を間違えると、地獄への片道切符になるんだぜ。怖い話だけど、知っておくべきことよね。今回の動画が参考になったら、高評価よろしくだぜ。チャンネル登録もお願いね。次回もヤバい話題を持ってくるから、お楽しみにだぜ。それじゃあ、またね。